週に一度の出勤の日でした。日が短くなりました。夕焼け空を眺めながら駅からの道を歩いて帰ってきました。週に一度外での仕事を始めて半年が過ぎました。朝からずっと立ちっぱなしでお菓子の作り方を教える、そんな一日を過ごすと、夕食はもう作りたくないなって気分になることもあります。エアコンをつけて部屋を温めてカーテンを閉める。とびきり簡単手抜きの夕食を作りましょう。駅前のスーパーで材料を買ってきました。ほうれん草、長ネギ、きのこ、お肉。冷蔵庫から冷凍うどんを取り出して電子レンジで作る鍋焼きうどんです。ザクザクザクと野菜を切って電子レンジで使える器にうどんとともに入れていく。めんつゆを買い忘れたと後悔しながらお醤油、みりん、お酒、とりあえず冷蔵庫に常備してるだし汁を使ってなんとか窮地を脱しました。蓋をして8分、電子レンジに調理を任せてる間に素早くシャワーを浴びます。紙を乾かす前にお肉と卵を追加して今度は2分加熱。紙が乾く頃に鍋焼きうどんがちょうど出来上がるという段取りの良さ。お腹はペコペコだけど熱々すぎるうどんを慌ててすするとやけどするから、時間稼ぎにぬか漬けを出して夕べの残りの煮物をゆったりとお皿によそります。それではいただきましょう。いただきます。一日働いて程よく疲れた体にあったかいうどんがじんわりと染みていきます。卵はもう少しとろーんとして欲しかった。これからは2分じゃなくて1分40秒にしてみよう。などと来週も手抜きの鍋焼きうどんにする気満々で頭の中にメモします。お肉もたっぷり食べて疲れた夜の鍋焼きうどん。今日も一日よく働いた。頑張った自分にお疲れ様でした。ちょっと前に年金5万円、私たちはどう生きるかという動画を公開しました。その動画の中で
年金をできるだけ繰り下げ受給しますと宣言したら、いろいろなご意見をいただきました。繰り下げて年金額が増えたら、その分税金も増えるから損ですよと教えてくださった方もいました。本当にありがとうございます。心から感謝しながらも、国民年金だからたとえ75歳まで繰り下げて増額されても、それでもまだ税金がかからないんですと返信しながら、嬉しいような切ないような、貧乏自慢をしてるみたいで、ちょっと情けない気分になりました。それに老後のそのまた老後に待ち受ける展開も考えなくちゃなりません。この春に高齢の母のために施設を探して無事に入居できたのは良かったけど、毎月毎月引き落とされる、とてもじゃないけど年金では賄いきれない金額を見せつけられている身としては、我が身の老後の老後を憂えずにはいられません。60歳で定年退職した母は、山登り、書道、歌、ダンスと趣味を満喫の老後を送ってました。30年ぐらいそんな日々が続いて、ある日いきなりやってきた物忘れ、すべての約束をすっぽかして忘れてしまった母は、もう自宅では暮らせなくなりました。それで施設へという流れになったわけですが、そんな母の姿から私が学んだのは、老後は2つあるということ。仕事は引退したけど、体も頭もまだ元気で、好きなことができるのが第一の老後。その後にやってくるのが、体も頭も弱って介護が必要になる第二の老後。果たして今の私に第二の老後のための蓄えがあるのか、その時のためにいくら必要なのかは神のみぞ知る。だとしたら、わずかながらの国民年金でも老後の老後、長生きした時の保険として取っておけば、何がしかの足しになるでしょう。動ける間は適度に働いて、いざという時のために年金は取っておこうと、そう考えたわけです。繰り下げなんかして年金をもらう前にこの世を去ったら損しますよというご意見もいただきました。そうですね、確かにその通りです。だけど逆に考えれば、早くからもらい始めて、もし長生きしたら損しますよね。自分が何歳まで生きるのかなんてわからないんだから、たらればの議論は不毛です。もしも私が年金をもらう前にこの世を去ったら、私が受け取る分は次世代の皆さんへのささやかなプレゼントということで、老後の老後を経験しなくて済むのだから、それでよしということにしました。世知辛い現実を考えて不安を募らせてても仕方がありません。多少なりとも働いていくらかの収入を得ていれば、不安は随分減るものです。さあ、パンがこね上がりました。古いお家のキッチンはどうしてこんなにひんやりしてるんでしょうね。暖かい2階の部屋に持って行って発酵させます。ポカポカしてるから、ここに置いておけば 1,2 時間で膨らむでしょう。パン生地と背中合わせでパソコンに向かってフリーランスの在宅仕事を始めます。本当はこっちが本業だったんですけどね。完全なるフリーランスだから、
仕事がある時とない時の差が激しいです。座りっぱなしは良くないから、1時間経ったら立ち上がって少しだけ体を動かします。ベランダで育ててる野菜に水をやる。ただそれだけのことだけど、いい気分転換です。またしばらく仕事をして、振り返るとパンが発酵してました。キッチンに戻ってパン作りの続きです。フリーランスの不安定な暮らしだから、お金の面でも週に一度の外での仕事を引き受けてよかったと思います。そして精神的な面でもいいことがありました。一人で家にこもって仕事をするのと違って、人との関わりが増えました。同年代の人だけじゃなくて、はるかに若い人たちと関わって新しい発見がいっぱいです。こんな私でも誰かの役に立ってる、役に立てるように頑張ろうという気持ちが湧いてくる。毎日だったらヘトヘトで嫌になっちゃうかもしれないけど、週に1日2日、ことによっては3日ぐらい働くのはいいことだと思いますよ。2色の渦巻きパンを作るつもりでラウンド型を取り出しました。さつまいものモンブランを作った時に余ったさつまいもの甘煮を入れてみます。息抜きのパン作りだから、思いつくまま気ままにやります。ラウンド型は発酵の見極めが難しいから、つい敬遠しちゃうけど、失敗しても笑い飛ばせる、そんな気分の日に作るのがいいですね。そういえば鶏のささみを塩麹でマリネするのを忘れてました。こうしておけば結構日持ちするんです。二次発酵の待ち時間もやっぱりパソコンの前でお仕事。疲れたらベランダの野菜を眺めて癒されます。すくすく伸びるニンニクの芽が愛おしい。再生野菜の青ネギもゆっくり育ってます。ちゃんと発酵したかな。蓋を開けるわけにはいかないから、型を叩いて音と感触で確かめます。その昔、八百屋の店先でスイカを叩いて実が詰まってるか確かめましたよね。のんびりした時代でしたね。音と感触で分かったような分からないような、とにかく焼いてみましょう。オーブンに入れて、あとはうまくいくのを祈るだけ。
上手に焼けました。一人暮らしで在宅仕事となれば、どうしても酔いっぱりになりがちで朝寝坊しがちです。そんな悪循環を断ち切るべく、朝のウォーキングを始めました。増え続ける体重をどうにかするためにも、毎日の運動を習慣にしたい。始めてから2週間も経ってない習慣だけど、11月の朝は空気がキリッとしてて、歩くと程よく体が温まって、しゃっきりと目覚めます。いいことずくめ。ウォーキングに出かける前、身支度を整えている間に、鉄瓶でお湯を沸かして、火を消してから家を出ます。玄関の前に花が咲いてました。どこからか種が飛んできて、いつの間にか増えたみたいです。なんという花ですかね。花を見つけていい気分になったところでウォーキング開始です。まずは畑道から。時速6キロを目指して早歩き。森を抜けます。競歩の選手ぐらい早く歩いてるつもりだったけど、こうしてみると、これは早歩きになってますかね。気持ちだけ前のめり。花が少ない季節だけど、色とりどりの実があちこちになってました。30分歩いて家に戻ったら、鉄瓶で沸かしておいたお湯が飲み頃の白湯になってます。ダイエットを始めて2週間が経ちました。いろいろと気をつけてるはずなのに、体重が減る気配はありません。やる気をそがれる数字だけど、気をつけてるからこれ以上増えずに済んでるとも考えられる。何はともあれ健康だけが取り柄です。錆びついて硬くなった体を何とかしなければ。着れなくなったパンツが増えていくのも阻止したい。無駄な努力と諦めず、これからも続けていきます。外での仕事から帰ってくると、もう料理はしたくない、そんな気分になることもあるけど、家にこもって仕事をする日は料理がちょうどいい気晴らしです。だけど豪華で華やかな料理を作ることなんてめったになくて、大抵は冷蔵庫に残ってる材料を勝手気ままに組み合わせた名もない料理です。野菜にサバ缶、少しだけ残ってたクリームチーズ、友達の庭で採れた柿。柿は焼くと美味しい。チーズと合わせるとさらに美味しい。それがこの秋の発見です。塩麹につけておいたささみをフライにします。近頃はもう小麦粉をはたくこともなく、卵にくぐらすこともない手抜きのフライです。塩麹をまとったお肉にダイレクトにパン粉をつけるだけ。本物の油で揚げるフライでこのやり方が通用するのかどうかはわからないけど、ノンフライ調理なら大丈夫です。
てんこ盛りのキャベツにサックサクのささみフライ。ではいただきましょう。いただきます。なんで渦巻きにならなかったかなとつぶやきながらパクリ。美味しいから OK です。1週間はあっという間ですね。次の授業に向けて試作をしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録も